こんにちは。今日はですね、共有いただいた一目均衡表、これを一緒に掘り下げていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。これ単なるテクニカル指標じゃないんですよね。その相場を文字通り一目で見るための、日本で生まれた非常に洗練された分析体系。そうなんです。作成者の一目屋人、細田宗一さんは、何年ですか、ものすごい時間と人手をかけて完成させたと。そうですね。目的はトレンドの方向性とか、その勢い、あとは均衡点。これを一目で見抜くことだったわけです。なるほど。多くの西洋の指標って価格の変動が中心じゃないですか。はいはい。でも、一目均衡表が楽器的なのは、やっぱり時間っていう概念。これを価格と同じぐらい、もしかしたらそれ以上に重視してる点ですね。時間ですか。いつ相場が転換する可能性があるかっていう点にも迫ろうとするんです。根底には、その売り手と買い手のバランス、つまり均衡が崩れた方向に相場は動くんだという哲学があります。ふむふむ。なので、単に線を追いかけるんじゃなくて、市場の心理を読むための一つのシステムとして捉えることが大事なんですね。いやー、深いですね。ではそのシステム、具体的に見ていきましょうか。はい。まず特徴的な5本の線と雲がありましたよね。はい。それぞれどんな役割があるんでしょう。まずは基本の線からですかね。そうしましょう。まず中心になるのが基準線。これは過去26期間の高値と安値の、真ん中、半値です。26期間の半値。はい。これが市場の中期的な方向性を示す、言ってみれば背骨のような役割ですね。背骨。なるほど。そして短期的な勢いを見るのが転換線。こちらはもっと短くて過去9期間の半値になります。9期間。これも半値なんですね。移動平均線とは計算が違うんですね。その半値を使うっていうのはどういう意味があるんですか？良いところに気づかれましたね。半値を使うことで価格が一定の範囲、レンジで動いている間は、これらの線が水平になるんですよ。へー、水平に。それが明確な支持線とか抵抗線として機能しやすくなるんです。チャート見ると、カクンカクンと階段みたいに動くのが特徴ですね。確かに。それが相場の安定とか不安定さを示すわけですね。そういうことです。面白いですね。他には時間をずらす線もあるとか？はい、あります。遅行スパン。これは当日の終値をそのまま、26期間過去にずらして表示します。過去にずらす？まるで車のバックミラーみたいに、今の価格水準が過去と比べて強いのか弱いのか、それを視覚的にパッと示してくれるわけです。なるほど、バックミラーですか。わかりやすい。それから未来を示す線もあります。先行スパン1と先行スパン2。先行スパン。これらは現在の計算値をですね、今度は未来、26期間先に描画するんです。そして、この2本の線に挟まれたエリアが、雲と呼ばれる領域になります。ほう。未来の抵抗体や支持体を予測する雲ですね。雲の厚さにも意味があるんでしたっけ？その通りです。雲の厚さっていうのは、過去の値動きの、激しさというか、ボラテリティですね。市場の記憶の強さを表していると考えられます。記憶の強さ。ですから、厚い雲ほど強い抵抗あるいは支持として機能しやすいと見ることができます。なるほどな。では、これらを使って実際にどう相場を読み解いていくんでしょう。まずどこから見ればいいですか？まず、基本中の基本は、ロウソク足とさっきの雲の位置関係ですね。はい。ロウソク足が雲の上にあれば、強気相場。この時、雲は支持体として機能しやすい。ふむふむ。逆に、ロウソク足が雲の下にあれば弱気相場。雲は抵抗体になりやすい。で、雲の中は？雲の中は中立というか方向感がない状態ですね。持ち合い。様子見が無難とされます。シンプルですね。わかりやすい。次に、転換線と基準線のクロス、公転と逆転というのがありますが、はい、ありますね。これだけだとちょっと騙しも多いんじゃないかななんて思うんですが。鋭いご指摘です。まさにそこがポイントで、非常に重要なのが、基準線フィルターっていう考え方なんですよ。基準線フィルター？はい。基準線そのものが、上向き、あるいは横ばいの時、その時の公転、つまり転換線が基準線を上に抜ける動きだけを信頼できる買いシグナルとみなすんです。なるほど。基準線の向きが大事。そうなんです。逆に基準線が下向き、または横ばいの時の逆転、転換線が基準線を下に抜ける動きだけを信頼できる売りシグナルと考える。ふむ。基準線という中期的なトレンド、
いわば潮の流れに逆らうような短期的な動き、つまりクロスは騙しの可能性が高いと判断するわけですね。なるほど。潮の流れと短期の波の方向が一致することが重要なんですね。それでさらに信頼性を高めるために使うのが、それが遅行スパンです。あ、バックミラー。そうです。例えば買いのシグナル、好転が出たとしても、その時に遅行スパンが過去のローソク足をしっかり上抜けていれば、ああ、現在の価格は過去よりもちゃんと強いんだな、という裏付けになる。これでシグナルの信頼性がぐっと増すわけです。なるほど、なるほど。売りはその逆ですね。遅行スパンがローソク足を下抜けていれば、弱気の裏付けになる。そして、これら複数の強気、あるいは弱気のサインが3つ揃った状態。これが最強のシグナルと言われる三役好転、または三役逆転ですね。その通りです。三役好転の条件を整理すると、1、転換線が基準線を上抜ける。これがまず好転。はい。2つ、遅行スパンがローソク足を上抜ける。これも好転。ええ。そして3、ローソク足自体が抵抗体である雲を上に抜ける。この3つが揃うことです。三役逆転はその逆ですね。全くその通りです。ただ、資料によると、この3つの条件がただ揃えばいいっていうわけじゃなくて、発生する順番も重要だとありますね。ええ、そうなんです。転化、好転、確証、遅行スパン好転、解放、雲抜けというこの順番が理想的だと。なぜ順番が大事なんですか？それはですね、トレンドが発生して、それが確認されて、そして本格化していくっていう自然な市場の物語をその順番が示しているからなんです。物語。ええ、理想的な順序で三役好転が発生すると、それはより信頼性の高い強いトレンドが始まった可能性を示唆すると考えられます。逆に順番が例えば雲抜けが先に来ちゃったりとか乱れると、ちょっとエネルギーの伝わり方がスムーズじゃないのかなと、シグナルの信頼性を少し割り引いて考える必要があるかもしれませんね。いやー、奥が深いですね。ただ、この一目均衡表も万能薬というわけではなくて、特にトレンドがない、いわゆるレンジ相場では使いにくいとも指摘されていますね。おっしゃる通りです。これは基本的にトレンドフォロー型、つまりトレンドに乗っていくためのシステムなので、方向感のない行ったり来たりのレンジ相場では、シグナルが頻繁に出過ぎてしまって、ちょっと機能しにくい場面がありますね。そういう時はどうすれば？そういう局面では、例えば RSI とか、他のオシレーター系の指標を併用して、相場の買われすぎ、売られすぎといった情報も加味して判断するのが有効でしょうね。なるほど、組み合わせるわけですね。いやー、今日は一目均衡表の基本から各線の意味、雲の解釈、そして特に重要だと感じた基準線フィルターや三役好転の順序といったかなり革新的な部分までよく理解できた気がします。単なる指標の寄せ集めじゃなくて、時間、価格、そして市場心理までを統合したまさにシステムなんだなっていうのが腑に落ちました。そうですね。大切なのはやはり各要素が何を語っているのか、その意味をちゃんと理解した上で、それらを組み合わせて全体の文脈の中でシグナルを解釈することです。はい。特に先ほど話に出た基準線の向きとか三役好転の発生の質、つまり順序なんかは、そのシグナルの重みを判断する上で非常に重要な鍵になります。そして何よりもまず、今の相場がトレンドが出ているのか、それともレンジなのか、その大きな環境認識、見極めから始めることが第一歩ということになりますね。最後に、あなたがこの分析から何か持ち帰れるかもしれない視点を一つ共有させてください。はい。一目均衡表の核には時間論という考えがありましたよね。いつ変化が起こるかという視点、このタイミングを見極めようとする考え方っていうのは、相場だけじゃなくて、もしかしたらあなたが日々何かを決断する際のそのタイミングを見極める上でも何か新しい気づきを与えてくれるかもしれません。ぜひ少し考えてみてください。動画の情報はあくまでも素人の個人的な分析です。動画の内容は参考程度にしていただき、投資対象へはご自身で十分精査していただくことを推奨し、投資は自己責任、自己判断でよろしくお願いいたします。